ニュータイプ兵器の系譜、思考で操る武器は、なぜ宇宙世紀の主役になりきれなかったのか。序章。ニュータイプ兵器の話が難解に感じられるのは、名前が多いからだけではない。最大の理由は、ニュータイプ兵器がしばしば武器の枠を超え、人の感覚や意志が、戦場のルールそのものを変えてしまう現象として描かれるからだ。だから、性能表や専門用語を丸暗記しても、作品ごとの印象が噛み合わない。ここでは理解のために一本の線を引く。宇宙世紀のニュータイプ兵器は第一に思考で機械を操る技術サイコミとして生まれ、第二に小型端末を多数飛ばして空間を支配する兵装パネルとして完成し、第三に機体素材そのものが関応する領域サイコフレームで限界を超える。その結果、社会は強すぎて危険すぎると学習し、主流化を避けてより運用しやすい技術へ揺り戻していく。つまりこれは一直線の進化ではなく、到達して恐れて引き返す歴史だ。この前提を置いた上で、時代順になるべくどう使ったのかが想像できる形で追っていこう。最初に時代ごとの一言だけ先に置く。0079はサイコミュとビットで視覚から打つが始まり、0088はパネルで空間そのものを抑えるに完成し、0093はフィンファンネルで攻防一体の道具になり、0096はサイコフレームで兵器が減少に近づく。この4点さえ抑えれば、細かい機体名が増えても話の芯はぶれない。第1章 UC00791 年戦争サイコミコビットという衝撃。ニュータイプ兵器の出発点は1年戦争だ。この時代の兵器は完成品というより可能性の提示に近い。象徴がジオンのニュータイプ専用モビルアーマーエルメスである。エルメスの主兵装はビットと呼ばれる無線誘導端末で、資料によって搭載数に幅があり、機体後部の収納スペースに全10機12機とする資料もあるを格納可能とされる。ビット自体は小型航空機サイズで、ビーム砲とそれを稼働させる超小型熱核反応炉推進機と姿勢制御スラスターを持ち、サイコミのミノフスキー通信で誘導される。さらにビット側のモノアイが操縦者の近くとリンクし、母機が直接見ていない角度やより遠距離からの攻撃を可能にすると説明される。加えてビットは航続距離が短く、ビーム砲も1機あたり10射程度が限界とされる。つまり一つ一つが小さな戦闘機であり、強い代わりに燃費が悪い道具だった。ではエルメスはそれをどう運用したのか。わかりやすく言うと、母機は前に出ずビットを前線へ押し出して空間を封鎖する。母機が真正面で撃ち合えば被弾リスクが高い。だがビットなら攻撃の発生点を母機から切り離せる。ビットを左右や上下に3回させ、ロックオン角をずらしながら斜め方向から同時射撃を浴びせると、相手は避けた先に別の車線が待っている状態になる。ここで重要なのは、火力が強い弱いではなく、戦い方の概念が変わったことだ。従来の MS 戦は基本的に相手の正面に火力を向け、回避と照準の勝負をする。しかしビットが飛ぶと、攻撃は視覚から同時多発で来る。相手は反射神経だけでなく、空間把握と同時処理で負ける。ニュータイプ兵器の核は空間支配であるという結論がここで生まれた。ただし1年戦争の時点ではニュータイプ兵器には致命的な制約も見えている。第一にサイズとコスト。ビットは小型航空気球で、端末がそのまま兵器として高価だ。第二に扱える人間が限られる。同時に複数端末を動かすには操縦者の空間認識と集中力が必要で、一般兵には再現しづらい。第3に運用時間。ビットは航続や弾数が有限で撃ち続けると息切れする。だから実戦では短時間で決定打を狙うか、相手の体系を崩して味方の通常戦力につなげるきっかけとして使うのが合理的になる。言い換えればエルメスのビットは勝利を確定させる最終兵器というより、戦場のルールを一瞬で変える異物だった。ここでいきなりエルメスが完成していたわけではない点も抑えると、理解がさらに安定する。ジオンはサイコミュをいきなり MS に乗せず、段階的にテストを重ねたと説明されることがある。例えばグラウブロはサイコミュ試験のためのモビルアーマーとして位置づけられ、武装に優先制御式目が粒子砲塔
連想 ×2 単層 ×2 を持つとまとめられている。無線のビットではなく有線なのは制御の安定とエネルギー供給を両立しやすいからだ。ワイヤーがある分攻撃範囲は狭まるが、端末の暴走や信号途絶に強い。つまり確実に当てるための現実案として有線オールレンジが先に熟したと捉えられる。さらにサイコミ試験用ザクのように MS に試験装置を載せてデータを集めたという説明もある。ここで重要なのはニュータイプ兵器の進化が天才のひらめきではなく手堅い試験の積み重ねとして描けることだ。無線のビットは派手だが実用化にはまず有線で安定させる、まず大きい機体で余裕を作る、まず制御を補助して人間の負担を減らすという手順が必要になる。この手順を頭に入れておくと後のファンネルやサイコフレームも突然の魔法ではなく積み上げの先として見えてくる。同じ0079でもう一つの枝として押さえておきたいのが有線式の遠隔並走だ。例えばジオングの腕は分離して飛び指先などの方で攻撃するが、完全な無線のビットほど自由ではなく当時の制御や通信の限界を現実的に補うための折衷案として描かれることが多い。ここからわかるのは一年戦争が方向性は示したが技術も運用もまだ荒い段階だったことだ。ニュータイプ兵器はすでに怖い。しかし怖いまま安定していない。それが0079のリアリティである。もう一段だけ具体的にイメージすると、エルメスの戦いは射撃というより配置に近い。ビットは母機の後部から射出され、まず距離を取ってから円弧状に広がり、相手の進路上に見えない壁を作る。操縦者は母機の視界だけでなくビット側物合いの情報を頼りに相手の背後や情報に目を増やす。これにより相手が遮蔽物に隠れたつもりでも別角度のビットが車線を通してしまう。逆に言えばビットを3回させすぎると回収が難しく推進剤や残弾が尽きて戦力が落ちる。だから運用は広げすぎない。決め手の瞬間に集中させるが基本になる。ここでニュータイプの直感が効く。相手が次にどこへ逃げるか、どのタイミングで足が止まるか、そこを読めるほどビットは狂気になる。第2章 UC0087 グリプス戦役実戦投入と小型化、そして人間側を改造する発想。 UC0087 に入るとサイコミは実戦で常用できる装備に近づく。ここでの技術テーマは小型化と統合だ。巨大モビルアーマーでしか使えなかった機器を MS や可変機へ押し込み機動戦のテンポに追いつかせる。そして同時に宇宙世紀が避けて通れなくなるのが操縦者の問題である。ニュータイプは希少だ。しかし戦争は待ってくれない。そこで生まれるのが強化人間という発想だ。人間を鍛えるのではなく調整して使える状態にする。技術士としては分かりやすいが、ここからニュータイプ兵器は人間を壊しやすい構造を帯びていく。具体例として象徴的なのがサイコガンダムだ。サイコガンダムは強化人間による操縦を前提とし、サイコミで制御される強力な武装を多数備える巨大機で MS 携帯時の全高は40メートルに達すると説明される。武装として拡散メガ粒子砲やビーム砲が挙げられ、資料上は拡散メガ粒子砲 ×1 ビーム砲 ×2 といった記載もある。ここで重要なのは問数の暗記ではない。ポイントはサイコミが遠隔端末の操作だけでなく機体内の多数火器を一体として統合制御する操縦の中枢になったことだ。つまりサイコミはオールレンジ攻撃のための技術である以前に複雑な並走と巨体を動かすための操縦補助制御技術へ役割を広げる。そしてここで理解が一段楽になる補助線がバイオセンサーだ。バイオセンサーはパンネルのような火器管制は行わず機体制御の支援に特化した小型の簡易サイコミと説明されることがある。反応速度やコントロール性能を上げるという形でニュータイプ的な直感を操縦へ取り込もうとする。火器を遠隔で動かすより前に機体そのものを思い通りに動かせることが戦闘では重要だ。バイオセンサーはその現実を示している。この時代のニュータイプ兵器を語るとき、つい遠隔攻撃の派手さによりがちだが、実務的には操縦負担をどう減らすかが同じくらい重要になる。なぜなら端末を増やすほど人間は忙しくなるからだ。0079のビットは端末そのものが重い分数が少なく、忙しさも限定されていた。
しかし小型化が進むほど端末は増え、攻撃の選択肢が増え、同時に操縦者の脳内は過密になる。そこで補助制御が価値を持つ。サイコミが武器のための技術から操縦と火器管制全体をまとめる技術へ広がっていくのは、この負担増が背景にある。ただしこの路線は同時にリスクも増やす。強化人間は不安定で、精神の揺れが戦力の揺れになる。制御が増えるほど人間側の負担も増える。ニュータイプ兵器は強い武器であると同時に操縦者を消耗させる装置でもある。この時代の暗さは技術の勝利と引き換えに人間の尊厳が削れていく点にある。またグリプス戦役から第1次ネオジオン機にはオールレンジ兵装が撃つだけでなく、曲げる守る方向にも枝分かれしていく。代表がサイコガンダムマーク2のレフビット、リフレクタービットで、これはアイフィールドジェネレーターを持つ無線誘導端末であり、端末自体が攻撃するのではなく、機体側のビームを反射変更して四角へ回すことでオールレンジ攻撃を成立させると説明される。つまり遠隔端末を砲にするのではなく鏡にする発想だ。ただし変更はコントロールが極めて複雑で、パイロットの精神に大きな負担を与えるともされる。ここでも強いが重いというニュータイプ兵器の宿命が繰り返されている。第3章 UC0088 第1次ネオジオン戦争。ファンネルで完成する空間の圧力 UC0088 でニュータイプ兵器を一気に分かりやすくするキーワードがファンネルだ。ビットの弱点は大きさと重量だった。端末に自前の動力源を持たせるほど強いが数を増やせない。そこで端末を小型化し、動力の持ち方を変えて数と機動性を手に入れる。こうしてオールレンジ攻撃は完成に近づく。戦い方も変わる。正面から当てるより相手の回避先を塞ぐ。相手が視線制御を切った瞬間に別角度から撃つ。相手の判断そのものを遅らせ反撃の順番を奪う。ファンネルは弾丸ではなく空間圧力として働く。代表例がキュベレーである。キュベレーのファンネルはリアスカート裏に格納され、設定として搭載数は射出口の数と同じく10機とされることが多い。端末はビットより小型軽量で動作精度が向上し、ただしエネルギーキャップ方式のため定期的に収容してエネルギーの再充填が必要と説明される。ここが非常に兵器らしいポイントだ。ファンネルは魔法ではない。弾切れもするし、帰ってこないと再充填できない。だから操縦者はいつ展開し、どこで車線を作り、どのタイミングで回収して次の波を作るか、時間管理まで含めて戦う。もう少し具体的な運用像に落とすと、ファンネル戦はしばしば第1波で相手の動きを縛り、第2波で決定打を狙うに近い。最初の展開で相手に避ける癖を植え付け、回避方向を固定する。相手がそれに慣れた瞬間、別方向から車線をねじ込み、回避に必要な推進剤や姿勢制御の余裕を奪う。ここで重要なのは、機体の推力そのものより相手の余裕をどれだけ先に消費させるかだ。ファンネルを見ていると速いビームのやり取りに見えるが、本質は消耗戦でもある。相手が疲れた瞬間に通常のビームライフルやサーベルが効いてくる。つまりファンネルは単独で勝つというより戦場の流れを作り、勝ち筋を早める装置として働く。この0088はニュータイプ兵器が最も兵器として完成した時代とも言える。なぜならここではまだ人が運用する兵器の範囲に収まっているからだ。端末は小型で制御は高度だが、やっていることは空間戦術の強化であり、物理法則が曲がるわけではない。言い換えるなら視聴者が強いと感じる分かりやすさと軍事技術としての納得感が両立している。ところがその完成は次の時代で別の壁にあたる主流化の壁が。第4章 UC0093 逆襲の射フィンファンネルとニュータイプ兵器の現実化。 UC0093 の転換点はフィンファンネルにある。ファンネルは強いがニュータイプの特権になりすぎる。軍事技術として主流にしたいなら希少な操縦者への依存を減らし、装備としての使い勝手を上げる必要がある。フィンファンネルはその回答として攻撃端末でありながら機体に装着して盾にもなる
攻防一体の兵装として設計されるニューガンダムは、背部にマントのように6機のフィンファンネルを装備する外観が特徴とされる。つまり出すだけでなく持つことが前提になった6機という数も、物語上の見栄えだけでなく運用上の意味を持つ。10機をばらまけば空間支配は強いが、回収と再配置が忙しくなる。6機なら展開の形をある程度固定化し、盾としての配置も考えやすい。さらにフィンファンネルは盾として使えることで遠隔兵装の弱点だった5機が孤立しやすい問題を緩和する。遠隔攻撃に集中すると5機はどうしても回避行動が制限される。だが盾として機能すれば5機が生存しながら攻め続けられる。ここでニュータイプ兵器は必殺技から道具へと一段近づく。対比として敵側のサザビーを見ると理解がさらに深まる。サザビーは5コンテナにファンネルを合計6機搭載すると説明される。ここでニューも6サザビーも6という一致が示唆的で、0093の時代には端末の数で圧倒する路線から少数高性能を確実に回す路線へ収束していることが見える。数が減る分端末1機の価値は上がる。だから配置が重要になり回収が重要になり、5機の立ち回りもよりシビアになる。派手さは減っても戦術は洗練される。例えば6機運用なら展開系を大きく3つに分けて語れる。1つは両翼に3機ずつ散らし相手の回避方向を左右から挟む強撃。2つ目は磁気の周囲に低速で漂わせ相手が近づいた瞬間に一斉射撃する近接防御の罠。3つ目は5機が真正面からプレッシャーをかけつつ1から2機だけを四角へ回して避けた先に撃つ最小構成の決定だ。端末が少ないほど無駄撃ちは許されない。だから0093のオールレンジ戦は派手な弾幕というよりフェイントと読み合いの比率が高くなる。視聴者に分かりやすくするならここを数ではなく配置の勝負と言い切ると整理がつく。また同時期のヤクト動画についても両肩に計6機のファンネルを装備するとされる。ここから6機という単位が装備重量、運用負担、補給、整備といった現実を踏まえた落としどころだったのだろうと推測できる。ニュータイプ兵器は無限に盛れる技術ではなくどこかで軍として回せる規模に収束する。0093はその収束点だ。しかし皮肉なことに同じ0093でニュータイプ兵器を再び難解にする種がまかれてしまうサイコフレームである。第5章 UC0096 ユニコーン。サイコフレームが兵器を超えてしまう瞬間。サイコフレームを理解するコツはファンネルの延長として捉えないことだ。サイコフレームは端末を増やして攻撃を増やす技術ではなく機体そのものが感応する方向の技術である。操縦系統の信号を太くするのではなく機体構造材が操縦者の意思を拾い反応するとまず操作が速くなる。反応が鋭くなる。ここまでは高性能機の延長だ。しかし0096の物語ではサイコフレームはしばしば現象を起こす。ビームを弾く常識外れの防御が成立する。意志が周囲へ波及する。ここでニュータイプ兵器は戦争の道具から世界のルールを揺らす危険物へ変貌する。なぜ危険か。第一に再現性が低い強化人間の問題と似ているが、サイコフレームは人の状態によって出力が揺れやすい。第2に政治的な扱いが難しい。もし特定組織がこの技術を独占すれば軍事バランスは壊れる。第3に倫理的な問題だ。人の感応を兵器の発動条件にするということは人の心を戦争の燃料にするのに近い。だから宇宙世紀はこの技術を積極的には主流化しない。サイコフレームは強さゆえに封印されがちな到達点になる。ここで最初の戒めが効いてくる。ニュータイプ兵器は突き詰めるほど分かりやすい軍事技術から離れていく。視聴者が混乱するのは当然で、混乱の正体は武器の種類ではなく武器が世界のルールを変え始めることだ。0096はその境界線を越えてしまった。だからこの時代のニュータイプ兵器は解説の仕方も工夫がいる。性能の話よりなぜ怖いのか、なぜ封印されがちなのかを先に言う方が伝わる。逆に言えばここを整理できればニュータイプ兵器の難解さは映像の魅力に変わる。近畿の技術、触れてはいけない設定、現象が起きる瞬間、
これは戦術解説というより神話解説に近い。そしてこの危険すぎる到達点が見えた瞬間から技術開発の関心は2方向へ割れる。一つはサイコフレームのようにさらに先へ行く禁断の道で、もう一つはニュータイプでなくても似た戦い方ができる仕組みへ翻訳する道だ。後者の代表的な発想としてインコムのような遠隔ビーム兵器が語られることがある。インコムはファンネルほど自由ではないが工学的な制御で遠隔火器を扱い、ニュータイプの希少性を回避しようとする実務寄りの疑似オールレンジという位置づけだ。ニュータイプ兵器史の後半はこのように神話化と工業化の綱引きとして見ると流れを追いやすくなる。第6章 UC0123F91 ニュータイプ依存をやめた。現実的な回答 UC0123 で前面に出るバイオコンピュータはニュータイプを否定する技術ではない。むしろニュータイプの強さの部分だけを工学的に拾い上げようとする試みだ。ニュータイプの強みは反応速度、危険察知、空間把握、そして直感的な意思決定にある。ならばセンサーと演算、操縦補助でその差を埋める。希少な天才に頼らず平均的なパイロットが高い戦闘力を出せるようにする。これは技術の後退ではなく軍事運用としての成熟だ。兵器は強ければ強いほどいいのではない。量産、整備、訓練、補給、指揮系統まで含めて社会が扱える強さが必要になる。その観点から見るとニュータイプ兵器は強すぎた。だから宇宙世紀はニュータイプを神話として残しつつ兵器体系からは距離を置き、別の形でニュータイプ的な戦い方を取り込んだ。ここをもう少し噛み砕くと、ニュータイプがいなくてもニュータイプっぽく戦える仕組みへの転換である。ファンネルはニュータイプの反応と同時処理を必要とした。サイコフレームはさらに人の状態に依存した。対してバイオコンピュータは反応補助や情報処理を機械側が肩代わりする方向へ寄せる。これなら訓練体系に落とせるし、部隊の平均値を上げられる。映像的には地味に見えるかもしれないが、宇宙世紀の軍事史としては極めてリアルな帰結だ。第7章 UC0153V ガンダムニュータイプ兵器が主役になりきれなかった理由。 UC0153 の時代になると視聴者が想像するようなファンネルだらけの戦争は主流ではない。戦闘は泥臭く、実体兵器も多く、機体は小型化し、量産と運用が前面に出る。ニュータイプが消えたわけではない。だがニュータイプ兵器が戦争の中心になれなかった。理由は冷徹でコストが高い、整備が難しい、操縦者が限られる、そして政治的倫理的に危険だということだ。強化人間の悲劇や技術暴走の恐れはすでに宇宙世紀が学んでしまった。だから社会はあえて距離を取る。技術師としてみればこれは勝てるかもしれないが、世界を壊すかもしれない技術に対して社会がブレーキを踏んだ結果だ。ここで見落としがちな点として、ニュータイプ兵器は勝敗を単独で決めにくいという現実もある。たとえファンネルが強くても補給が切れれば終わる。端末が損耗すれば戦力が落ちる。整備員が不足すれば稼働率が下がる。何より操縦者が壊れれば戦力そのものが消える。戦争は一人の天才の勝利で終わらず、補給と数と訓練で決まる局面が多い。だから主流兵器は極端なピーク性能より平均性能と再現性を重視する。ニュータイプ兵器が主役になりきれなかったのは技術が未熟だったからではなく、社会の戦争のやり方と相性が悪かったからだと整理できる。抽象まとめ3段階で整理すれば用語が増えても迷子にならない。ニュータイプ兵器を時代順に追うと一本の線が見えてくる。出発点は一年戦争のサイコミで、人の意志で遠隔兵器を動かす衝撃が生まれる。その途中にはブラウブロやサイコミ試験用ザクのような試験段階があり、まずは有線や大型機で確実性を稼ぎながら進んだ。次に0088でファンネルとして完成し、空間支配の戦術が成立する。続いて0093でフィンファンネルのように現実化道具化し、主流化を試みる。しかし0096でサイコフレームが限界を超え、兵器が減少になってしまう。結果として世界は危険性を恐れ、0123以降はバイオコンピュータのような現実路線へ揺り戻す。だから用語が増えても怖がらなくていい。ビット、ファンネル、フィンファンネルは同じ系譜の枝で、サイコフレームは別次元への跳躍だと整理すればいい。
ニュータイプ兵器は盛れば盛るほど強くなるが、盛れば盛るほど視聴者の理解から離れる。だからこそ作品の時代を決め、その時代に合う要素を一つだけ選ぶのが最も強い。0079なら未完成技術の不気味さ、0088ならファンネルの圧力、0093なら攻防一体の装備、0096なら触れてはいけない禁忌。そうすれば難解さは消え、戦闘は締まり、世界観は壊れない。ニュータイプ兵器とは、宇宙世紀が人間が戦争でどこまで行ってしまうかを技術で描いた答えであり、強すぎる武器は勝利より先に世界を壊しかねないという苦い教訓でもある。だから宇宙世紀はその力を神話として残しつつ、主流からは外すという選択をした。ニュータイプ兵器の歴史を追うことは、宇宙世紀がその危うさをどう飲み込み、どう折り合いをつけたかを追うことでもある。